今回は60センチ水槽をプチリセットします。この動画ではミクロソリウムのジャングルと化したこの水槽をトリミングしてレイアウトを変えて、いわゆるプチリセットをしていきます。この動画いいなと思ったらチャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。グッドボタン、コメントお待ちしております。応援よろしくお願いいたします。はい、どうも、今回は60センチ水槽のプチリセットということで、こちらの水槽をリセットしていきます。デンと。いやー、すごいですね。だいぶ、伸びきってます。この水槽を別に放置しているわけではないんですけど、なんとなくこう、レイアウト的にも好きな感じで、水草が生い茂ってる感じがかなりいい雰囲気だということで、このままでもいいかなとかなんとか思ってたんですけど、いよいよジャングル化してきたなということで、今回はリセットしようかなと思います。この水槽は陰性水草と陽性水草のコラボということで、1年前ぐらいに立ち上げた水槽なんですね。で、1年経ってちょっとお店で買ってきたね水草をストックするためにアヌビアスを置いたりとか、ルドビジアのスーパーレッドをちょっと植えてみたりとか、そんな感じでちょっと水草のストック水槽的な感じにもなってきたんで、ちょっとねブセファランドラもかなり伸びてきたんで、この辺りで一回リセットしようかなと。で、完全にリセットしちゃうと結構大変じゃないですか、リセット作業って。なので今回はちょっとプチリセットということで、プチということで、ちょっと定義不明なんですけど、楽をするがテーマということでプチリセット。ソイルはそのままで、フィルターもそのままでね。で、レイアウトは変えると。で、ちょっと流木も組み直したいなと。で、またあとでかくなったねブセをちょっと株分けしていこうかなっていうのと、あと当初植えてたねショートヘアグラスがもうハゲ散らかってるんで、再度植え直してねリベンジしようかなというようなことを考えております。じゃあちょっとね、リセット前にこの水槽をちょっと詳しく見ていきましょう。まずはね前面ですね、こんな感じです。手前に外掛けフィルターがちょっと汚らしいのがポッとかかってますけど、メインフィルターは下にあります。これがですね60センチ用のテトラの、バリュー X75 が、2台使ってます。2台もともと1台だったんですけど、もう1台はちょっと空回し用というか、新しく水槽立ち上げるときにフィルターだけね1台回しておけば、すぐにね水槽が立ち上がるということで、そんな感じで一応フィルターストック水槽みたいなのも含めてね空回ししてる、中にロザイとか入ってるんですけど、そんな感じの、状態になってます。手前の外掛けフィルターは移動式のバクテリア繁殖用の立ち上げするためにね、小さい水槽とか立ち上げるときに外掛けフィルターをポッと移し替えればバクテリアがそのまま乗り移るんで、立ち上がりが早くなるっていうような感じで外掛けフィルターもかけてます。で、水槽のね上も上面はミクロソリウムが水蒸化してますね。で、これ、荒穴の夕焼けです完全に草ですね。草になってますね。隙間を縫って、ミクロソリウムの隙間を縫って、水面の上にひょっこりと出てきた感じです。ちょっとルドビジアのスーパーレッドも水蒸化し始めてますね。こんな感じです。ちょっと隠れてたチロスドクターが顔を出しました。苔はねこんだけ水草生えてるんであんまり生えないですね。ここまで来ると苔もなかなか生えてないということです。手前見ます。手前を見るとブセファランドがね暴れ回ってますね。こんなに育つと当初思ってなくて、かなりブセファランドが大型化してきました。で、ちょっと後ろにもね有形草を植えてます。これはロタライエローかな、多分ね。植えた記憶がありますっていうぐらいだいぶ前に植えました。日中は、エアレーションをしていて、で夜はねライトと、CO2 点火してます。で、ストックしてるものといえばアルミアス7ウェイビーだったかな。で、あとこんな感じでブセファランドラーたくさんあってっていう感じですね。ブセファランドラーからは水中でね花を咲かせようとし
しているような状況です。はい。もう伸び放題ですね。まさにジャングルということで、これをちょっとね、どういう風に分解していこうかなっていうところですね。はい。じゃあ、早速ね、分解していきましょう。まずは手前の水草、ポンと置いてある水草を、回収していきます。もうすごいですね。糞がすごい。魚の糞がすごいですね。こうそーっとね、撒き散らさないように、できるだけね、撒き散らさないように、そーっと抜いております。めっちゃ汚い。パフッと置いてあったね、アヌビアスもしっかり根がね、ソイルに、刺さってましたね。さて、ここからトリミング、有形層をね、減らしていきましょう。ザクザクと伸びきった有形層たちを、切っていきます。で一応根っこをこれロタラ引き抜くと、これ抜いたら終わるな。根元深くまでね、かなり、根っこがソイルの深くまで根っこがね伸びてるんで、これをねガバッと抜くと汚いんですよ大変なことになるんで、この水槽がもう大変なことになっちゃうんで、ここはあえて根っこ根元を残してぶつ切りで対応しました。はい。まあ難しいところは抜かないと、簡単に引っこ抜けるところは抜いていくような感じですね。でブセファランドラも回収していきます。こんなにね当初大きくなると思わなかったですね。1年でこんなに大きくなるなんて。うわ、すごい株見て。でこれきれい。前回のね立ち上げた時のブセファランドラの様子ね、こんな感じにとても小さい株だったんですけど、もうすっかりね1年経って大きくなっちゃいましたね。ここまで大きくなるとはっていうところなんですけど、うまく育ってくれたんじゃないでしょうか。はい。そんな感じでブセファランドラをどんどん回収していきます。で苔の生えた葉っぱとか、あとね、茎ですね、茎が伸びすぎたものはいい塩梅のところでバシッとカットしちゃってますね。根っこと葉っぱをある程度残してばらけさせました。で回収したのが一応こちらということで、種類は忘れたけど綺麗だね。かなりね、量的には多いです。はい。使い切れるかどうか不安なぐらい多いですね。でさらにねどんどんもっと綺麗にしていきます。フィルターに、こびりついた、とわりついたね、ウィローモスどんどんね取っていきます。引っかかったウィローモスが爆食してるね。すごい。これ南米ウィローモス的なカスだよね。これ多分南米ウィローモス、南米ウィローモスちゃんはちょっと使いたいから取っとこう。でこちらがなんかすごいの取れた。これも処分品でお店で買ってきたものをストックでねちょっと植えてたんですけど、だいぶ伸びましたね。この芋はかなり長いんですけど、なんだっけな、これもクリプトコリンだったと思うんですけどね。でかっ。これなんだっけ、芋系の植物です。むちゃくちゃ長く伸びましたね。なんかのクリプトコリン長っ。これはちょっとうちの水槽では使いづらいぐらい大きく育っちゃっています。まだまだブセも回収していきます。ここに生えてるブセでかいな。まだ切るか。切らないで抜いてみましたでかっ。でっか。はい、ここでミクロソリウムですね。置いてあるだけ？大量に育ちました。置いてあるだけだな。これ大株ですね。ここまで綺麗にね、根っこがみっちり
活着してでうわ、流木全体を覆うぐらいねミうわクロソリウムが育ってくれる。オッケー。まあちょっとね立派だね。よく育ったね、ここまで。汚いなと思った反面かなりねここまで育つのはやっぱ嬉しいですね。この調子でねどんどんミクロソリウムの植わったね、ミクロソリウムの活着した流木をどかしていきます。うわ、取れそう。まあ、これも大株ですね。立派なもんで本当によく育ちました本当に。うわー、すげえ。すごいですね。うわ、見てこの量。森蔵みたいですね。すげえ。森蔵か。ミクロソリウムってね結構苔とか生えちゃったり森蔵じゃん。香料がね強すぎて枯らしちゃったりとかシダ病とかでうまくいかなかったりとか、まあそういうようなイメージがあったんで、まあここまでねうまく育ってくれたっていうのはかなり嬉しかったですね。でミクロソリウムどかすとね、さらにブスで、顔を出してきました。なんかだいぶ綺麗になったね。プチリセットってやつ。ブセもね大きな株が何本か残ってますね。さすがに糞がまき散らされてるっていうね。さすがにちょっと水が全体的に、汚れてます。こんな感じになりましたと。後ろが結構空いてるからこのスペースになんか植えていきたいよね。ここね。じゃあレイアウトしていこうか。一回水替えよう。一回フィルター止めて、こんな感じでね、流木の骨格ちょっと残しながら、今度はね土の表面に落ちたうんこ汚れですねを回収していきます。これでだいぶねこれやるだけで、だいぶ水槽としてね綺麗になるんでね、プチリセットにはこういったね表面の掃除が必須なのかなということで、はい、泥の沼です。だね。泥の沼。うわ、汚ね。完全にこれうん汁なんですね。魚のうん汁です。全部真っ黒。すごい量。はい、真っ黒です。ダークマターですねこれが1年間の汚れよ。汚ねー。ちょっと一回捨てに行くか。庭に捨ててきます。はい。で、水槽をちょっときれいにしながらね、流木メインの流木、このメインスタンプウッドね、こいつもどかしていきます。ドーッとねドゴーンとどかしていきますよ。はい。もうだいぶねそれで水と一緒にねおでを吸い取ってます。さすがにやっぱ1年もね維持してればかなりね、糞が溜まってますね。ちょっとね今回はじゃあクリプトコリネも、植わってるウェンティグリーンとあとウェンティブラウンね、これらが植わってるんで、これをねちょっとレイアウトに活かしたいなということで、水槽のね端っこですね、こいつ端っこにちょっと植え替えます。ちょうどねフィルターの給水口があるところですね。そこにちょっとミクロソリウムとかねいっぱい生い茂っちゃうと水の流れがね悪くなったりするんで、ここでねちょっとクリプトコリネを置いて、で少しね防波堤というか水の流れを維持できるようにねちょっと、大きめの草をねここに置いとこうかなというふうに思って、クリプトコリネを右後ろに配置しました。で大きな葉っぱちょっとトリミングしていきました。でちょっとね今これ全体のレイアウトどうしようかなっていう風に考えてるんですけど、今回は、プチリセットということで流木をね今回足していきます。ここにこの水槽で使ってこなかったね流木とかも足していこうかなと思ってるんですけど、レイアウトの想像としては三角構図っていうんですか、違う凸構図か、真ん中が出っ張ってるの凸構図ですよね。凸構図にして、凸の部分にインセミエグ草をわっしゃり植えたいなというような感じで、蓋の閉まらないレイアウトね、水槽から流木がちょっと飛び出るような蓋の閉まらない、レイアウトを考えてます。
ということでちょっと有形線をねいろいろちょっと植えるところがなくてですね、ルドビジアのスーパーレッドをちょっと背面の方に、無理やり植えたりね、そんな風なことをしております。はい。で流木ね、流木組むとやっぱりちょっとだいぶ形になってきますよね。凸構図うまくいっています。こんな感じの構図になりました。はい。もりもり山みたいになってますね。流木の山みたいになってます。で、足元にブセですね、トリミングしたブセをめっしりと植えていきます。で、流木にはね、回収したモスをね貼り付けて糸で巻いて、で、水槽の中にぶち込んじゃうというような感じですね。なんとなく、全体像がね見えてきましたね。で以前ね、以前30センチキューブで大失敗をしたショートヘアガラス、失敗したね理由はトリミングのしすぎということで、トリミングをねしすぎるとどうなるのかっていう動画を以前作って紹介してるんですけど、よかったら見てください。で今回も、ショートヘアグラスね、リベンジですね。この水槽もちょっとやっぱショートヘアグラス切りすぎちゃってうまくいかなかったんで、リベンジしようかなということで植え直してます。これも自家栽培というか庭で育ったショートヘアグラスですね。こいつをどんどん植えております。はい。でそれプラスですね、部屋で育ったニューラージパールグラスね、こいつもここにポンとね、ソイルで育ててるんですけど、ソイルごとね、置いてギュッギュッと置いていきました。はい。で最後に、ミクロソリウムね、ちょっとだけね、ほんのちょっとおまけ程度ですね、流木のトップ一番高いところにね植えてます。ということで全体像は、こんな感じで完成です。はい、ここまで簡単なプチリセットということで、だいたい時間としては1時間ぐらいで終わりましたかね。結構手軽な。でもね、ブセファランドラとか結構芋をね、こっから切ろっかな、どっから切ろっかなみたいな、結構迷ったんでね迷いますよね。ブセファランドラのトリミングってめちゃくちゃ迷いますよね。勇気がいるというか、一株やっぱ高いし、こう失敗したらどうしようとかね、腐らしちゃったらどうしようみたいなことを考えながら切るとなかなかこうハサミが進まないんですけど、今回はねバシバシと切ってたくさんあるんでね、バンバン切って、トリミングして、で株分けしました。合計で全部でだから株分けとかして1時間ぐらいやってたんで、結局2時間ぐらいの立ち上げになっちゃいましたね。でも2時間でね1年間の掃除ができ、1年間のね、使ってきたね水槽の掃除ができて、レイアウトもね変更できるんですけども、プチリセットってやっぱいいですよね。ソイルは、あまり潰れが見られなくて、さすがですね。この辺りはアマゾニアの、ノーマルタイプのソイルなんですけど、3年持つって言われてるんで、とりあえずもう1年で捨てちゃうのはもったいないと。まだまだ使えるんじゃないかなと。粒も別に潰れてないですしね。なのであと2年は使っていこうかなと思ってますその間に何回かリセットしようかなと。プチリセット1年に1回ぐらいやっぱリセットするといいですよね。ということで、はい、このままこんな感じで維持していきます。はい。3ヶ月だったのかな。この水槽を立ち上げてリセットして3ヶ月目か。3ヶ月目です。でライトは左奥の水槽と比べてちょっと圧倒的に暗い設定にしてます。かなり暗い設定にしてますね。左の水槽が PPFD がだいたい100ぐらいを維持するようにやってるんですけど、こっちが50ぐらいですかね。全体的にかなり暗めな感じで作ってます。陰性水草がほとんどなんですけど、一応ショートヘアグラスがこんな感じで植わってます。
ショートヘアグラスは新芽が出てきましたね。さすがに2ヶ月間、トリミングとかは全く、しておりません。今回はトリミングとかせずに維持してます。で、ある程度ね、新芽が生え揃ってきたら一回バッサリ切ろうかなと思ってるんですけど、まだもうちょっとこのまま育てようかなと思ってます。ニューラジパールグラス結構もうしっかりね、最初ね、かなり飛び出てたんですけど、なんとなくこうソイルの上を這うようなね、そんなような素振りを見せ始めてますね。で、まあブセファランドラにはまあ相変わらずね、元気で、たくさん大きな株がね、活着してます。香料はね、やっぱ難しいですよね。ミクロソリウムのてっぺん、水の上から出てる部分、少しやっぱ枯れはありますね。枯れてはいます。乾燥しています。なので、まあしっかりね、ミクロソリウムが水蒸化するまではやっぱちょっと時間かかるんで、まあ、このままね、この水位を維持しながらね、この水槽また管理していこうかなと思います。一応この水槽のね、まあ、ステータスというか、ああいうのをちょっと紹介しますと、まあ、CO2 の添加は、1秒に2滴ぐらいかな、入れてます。で、ライトはこんな感じの設定です。かなり弱めですね。で、水中で PPFD 測ると、だいたい底面で50ぐらい。で、後ろのね、ルドビジアのスーパーレッド、結構綺麗にまあ育ってますけど、こんな感じで80ぐらい、の光をね、このぐらいの位置で当ててます。まあ、吊り下げて水面からだいたい30センチから40センチぐらいの間にライトを置いてますね。で、使ってるライトはアクアフェレ UVA の P600 ということで、まあ、5400ルーメンあるパワーのあるね、ちょっとライトなんで、この水槽にとってはかなりオーバースペックなライトを使ってます。実際ね、出力もこんなに減らして使ってるんで、まあ、そんな、パワーをね、ちょっと使い切ってないっていうか、まあちょっとこの水槽にしちゃちょっともったいないかなというような感じの光量設定になってます。まあ、インセミジクサメインでね、ショートヘアグラスとか、ニューラジパールグラスとかも、まあ、あんまり強い光じゃなくてもね、しっかり育つんで、で、横も、縦伸びしないでね、ちゃんと張ってくれるんで、まあ、適正光量なのかなっていうふうにちょっと感じてます。で、あと苔干しで一応チヒロスのね、ドクター使ってますけど、まあ苔は生えますよ、普通に。ここまでね、やっぱり水槽を立ち上げたばっかではないんでね、1年間も、水槽をね、ずっと使ってますんで、まあ糞の蓄積もありますしね、まあ、この辺りはね、ちょっとこまめに、糞の掃除とかして、で、だんだんね、綺麗な水に近づけていけたらいいんじゃないかなと考えてますね。はい。そんな感じですね。フィルターはテトラのバリュー X75 を2台、回してます。はい。使ってるまあ露材は、確か、エイハイムのサブストラットプロと、まあ、エイハイムメックですね。いつも使ってるやつと一緒です。まあ、そんな感じで、餌はまあ1日1回ないし、2日に1回ぐらいですかね。で、魚の量としては、まあ、ミクロラスボラグリーンネオンかなと、あと、チェリーシュリンプじゃなくて、チェリーバルブか。チェリーバルブと、あとね、レッドデトラでしょ。それと、あと、ネオンテトラですね。これ初期に買ったネオンテトラなんですけど、今3年目ですか ?3 年前に買ったネオンテトラですね。まだ、現役で、生きてます。それと、苔取り世帯ヤマトのマイベのみですね。はい。あと、アピストグラマが1匹います。この中に。なのでね、たまにヤマトのマイベがびっくりして飛び出て、水面から飛び出て床に、干しエビになってるっていうことがたまにありますけど、アピストね、難しいですよね。アピストとの共存ね。まあそんな感じで、維持しております。はい。水替えは1週間にまあ1回から10日に1回ぐらいですかね。40% ぐらい、変えてます。バケツで言ったら2杯半ぐらいかな。2杯ぐらい、を交換してやってます。はい。使ってるのは普通の水道水。TDS80 ぐらいの普通の水道水を使ってます。pH は 6.8 から 6.6 ぐらいの水道水ですね。
特に軟水処理とかも、塩素を抜いたりとかもせず、そのまま使ってます。はい。維持に関してはまあこんな感じですね。あと温度管理は部屋で水槽の、エアコン管理をしてます。エアコン管理、冬場は一応ヒーターですね、入れてますね。で夏場でもまあ一応これヒーター使って入れてます。一応設定は24度に変えてますね。24度ぐらいの設定でやってます。はい、以上です。維持に関してはこんな感じです。この水槽が銀線水草のね三角形の山のタワーと、それとまあ下にね入るショートヘアグラスとニューラジパールグラスの草原、これがねうまくできるのか、この辺にねやっぱ注目してね、今後この水槽を維持していきたいなと思ってます。またここでねこのチャンネルで通して、この水槽のね経過報告していきますので、気になる方はねチャンネル登録してねぜひまた見てください。はい、ということで、今回以上になります。まとめると、プチリセットはお金も手間もかからずにレイアウトを変えられるので楽ということで、今回一切お金かかってません。0円です。0円。すべてリサイクルってことでね、違うレイアウトもまあ作れて、まあとてもね、水槽も触れて気分転換になりました。はい。そんな感じの休日を過ごしましたということで、今回は、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画で会いましょう。バイバイ。海外から手のひらサイズの新製品のライトを買っちゃいました。見た目がめっちゃ可愛いんですけど、どんなものを買ったのか紹介していこうかなと思っております。